スーサイドスクワットスタジオツアーやったー。はい、アニメ異世界スーサイドスクワットハーレー君役の永瀬杏奈です。本日はアニメ制作スタジオのこちらビットスタジオさんにやってまいりました。私はアニメーションスタジオに来るのが初めてですごくドキドキワクワクしてます。見るのが楽しみです。それでは本日スタジオを案内してくださる制作プロデューサーの方にご登場いただきましょう。大谷翔さんです。よろしくお願いします。お願いします。すいません。ビットスタジオの大谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日めっちゃ楽しみです。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ制作のまず部屋からご紹介できればと思いますので、よろしくお願いします。わあ、ここではどんなことをされてるんですか？そうですね。カット袋っていうもので、作品を管理していて、アニメーターさんからその紙で、レイアウト用紙に絵が描かれてきたものが上がってきて、それを各工程次演出さんだったりとかっていう運んだりするときに、そのカットがなくなったりしないように集計表とかそういうものをつけたりするっていうのを、PC とか使ってここで作業してる感じです。すごい初めて知ることばかりです。あ、そうですね。確かに。次が作画さんの部屋になりまして、よろしくお願いします。うちの社員でもいまして山田真也さんです。山田さんです。よろしくお願いします。基本的には設定を見ながら手元の画面でいろいろすごい作業してるっていう感じだったりは。こっから動きとかをどんどんつけていくってことですか？ここは修正の方をしてるので、動きを基本元があって、それをこうキャラがこう変わらないように乗せていくみたいな。これは例えばワンカットやるのにどのくらい時間かかるんですか？内容にもよるんですけど、そうですね。半日くらいはかかると思います。台本を読む時からカット数もすっごく多いじゃないですか。多かった印象があってすごいですね。監督と話してなるべくコンテの作業者さんのやりたいことを反映させてあげたいっすねって話をしていたら、結構カット数がやっぱり多くなってはきていて、やっぱりそのシナリオの段階から結構そう削れないものが多かったりはするので。いやお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。監督の場所に。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。いらっしゃいませ。永瀬アンナです。アフレコありがとうございます。こちらこそ、こちら監督の長田絵里さんです。よろしくお願いします。さて早速なんですけど、今どういった何の作業をされてるんですか？今は4話のリテイク中なんですけど、そうですね。異世界のお馬さんがなんか手綱光ってたら異世界っぽいかなと思ってたんですけど、光らせるその割合がちょっとぶっとくなっちゃうとまた変なんで、ちょっと今細く直してるんですよ。これをちょっと細く直してました。すごい。そんなすごい。もうちょっとかっこよく。こうちょっとした変わりとかでもこだわってやっぱりやるんですね。なんか気になったところ。すごいですね。大回ではね、出産作家さんでお任せしてるんで。すごいですね。長田さんのこだわり。異世界わかんないなりにちょっと頑張ってます。いやもうビシバシ現場でも伝わっております。アフレコ現場でもこう見ると完成が楽しみですね。楽しみにしててください。ありがとうございました。じゃーん。あれですね、そのキャラクター色ですね。設定を作ってもらって、その設定でその基本的にこのキャラはこういう色味にしましょうねっていうのを DC さんからもいただいてたんですよ。イメージカラーはこうなのでっていうので、一応それに合わせて色彩さんに発注して、監督とこういう風な色の方がいいですよねとかいう話を一応するために作っている、いわゆる
へえ。カラーモデルと言われるやつですね。私もこの画像たちはオーディションの時にいただいて、あ、なるほど。すごいキュートだって思いました。シャークだ、キングシャーク、いいですね。ドラゴンっていうかドラゴンのああ、覚えてますよこれ。ボアの演出さんが入られる予定のとこで、コンテをやられてたので、全体的にどういうものなのかっていうのを制作と一緒に粘土使って作ってたって言って。ああ、いやこれ覚えてますよ。リハブリ見た時めっちゃ動いてるし大きいし、完成したらどうなっちゃうんだろうってすごいワクワクしちゃいましたね。こうやって模型とかを作るのはアニメを作る上で通常作業なんですか？めったにやらないとへえ。言いますね。そうなんですね。今回初めて見ましたけど、こういう風なの。へえ、すごいですね。こっからどんどん想像を膨らませて。そうですね。一応立体画像が分かりやすいというのは確かにそうだと思いますし。ああ、すごいですね。それではここからアニメ異世界スーサイドスクワットの監督長田絵里さんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけど、本作の監督を務めることになった時の心境を伺えればと。びっくりしました。そうっすね。急に連絡しましたもんね、僕の方から。あ、そうですね。いつ頃企画が始まったっていうか、そういう監督が決まったとか。もともとは企画やるってなって大沢さんに話をもちろん振ってしまってるので、結構あれですよね。本当に大沢さんが DC 好きって聞いて、じゃあ電話かけてみようって話したらやってみたいですって話だった感じですよね。そうでした。そんな感じですよね。へえ、この作品が初監督なんですもんね。そうですね。だからちょっとびっくりしちゃって、大丈夫かなって今私でみたいな感じでした。もう無理やりやりましょうって僕が言っちゃったところもあって。そうでした。そうですね。なんか好きだったら一緒にやりましょう。面白いかもしれないですし。そうですね。一緒にやりたいっていうのはあったんで。へえ、ちょっと会社が一緒で、そうなんですね。いろいろ仕事させていただいたんですけど、私がフリーランスになったり、違う会社に行かれたりしてて、結構しばらく経ってましたよね。そうですね。会社自体で僕と仕事する前には仕事はしてましたけど、今回久々に本当に前の会社にいた時以来の一緒の仕事だと思いますね。そうですね。久しぶりで突然なんか監督やらないっていうのが、そうだったんですね。びっくりしちゃいましたけど、まあでもそうですね。何事もチャレンジで楽しみたいなと思ったんで、とりあえずやってみようと思いました。いやー、初監督作品楽しみですね。完成が。ありがとうございます。本作で特にこだわっている部分はどこでしょうか？全体的なことですかね。いやもうなんか本当個人的には、スーサイドのメンバーのデッドショットとピースメーカーの筋肉が足りてないところはちょっともうやってくれっていうのは修正はいつも入れちゃってます。流々しくやる感じですよね。ちょっと男らしい感じ。アフレコが始まりましたが、キャストの方々のお芝居とかどうですか？ちょっと自分から聞くのも結構ドキドキするんですけど。全員ぴったりでしたね。どうです？私は全然。でもそうですね。もともと永瀬さんもだって監督と自分でぜひお願いしたいですよねって話をして、お父さんにお伝えしたりとかしてたんで、皆さん結構ハマりでちゃんと、やっぱりいざアフレコが始まったら。ちゃんとしたキャラクターになって生き生きしてるなっていうのは。そうですね。本当ですか。いやオーディションあったじゃないですか。あの時もまさかスーサイドスクワットがアニメになるなんて思ってもなくって、さらには異世界でどういう基準でこう選ばれるんだろうとか分からなかったので、選ばれた時の本当にっていう驚愕と嬉しさとすごかったし、
こう現場が始まっても皆さん温かくこうやってほしい、もっとはっちゃけたりしていいよとかって言って、すごく和やかにのびのびハレもできたので。なんかね、基本女の子一人なんで。そうですよね。寂しい感じ。いや他の人たちがめちゃくちゃすぎて、なんか自分混ざってもそうなんです。いやすごく楽しいんです、アフレコ現場が。本当にもう皆さんと一致団結してスーサイドスクワットをつまり、作り上げれてると思います。ありがとうございます。こちらこそです。この異世界スーサイドスクワットをどうやって作っていこうで、その制作の方針みたいなのあるんですか？それ DC さん。あ、そうですそうです。でもやっぱり言われてたのが、その日本ならではのそのスーサイドスクワットにしてほしいっていうのはずっと言われてましたよね。そうですね。それが元で異世界じゃあやりますかっていうのはもともと一番最初のところもあったりはしますし、結構そういう意味合いではその世界観、キャラクター性が壊れない限り世界観は結構はっちゃけてほしいですみたいなオーダーはあったような気がしますけど。そうですね。もう今流行ってる日本の異世界をそのままやってくれっていう。このアニメのお話が始まった時は向こうからお話が来たんですか？それとも日本の方から行ったんですか？一番最初に DC さんのとなんか仕事やる機会があるけどどうですかみたいな話がうちの社長からあって、社長がすごいね、アメリカとやりたいっていう感じしましたね。でなんかそのできればスーパーマンとかバットマンとかいろいろあるんですけど、自分が普通にスーサイドが好きだったんで、スーサイドだったらやりたいですって言ったらそれが叶ったっていう。すごいそれだったら多分漫画さんも普通になんかいいっすねみたいな話になって、結構スタートのところはそれでトントン拍子に決まって、こういうのやりたいんですけどって DC さんに伝えたら結構それでお話は決まったみたいな感じでしたね。こうして全世界に異世界スーサイドスクワットをお届けできるのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。この調子でどんどん完成に近づけていきましょう。もうやり終わり。そういうこと言っちゃダメですよ。簡単に言うとね、頑張って納品に向かって頑張りましょうっていう。ちょっと終わらせないとなっていう。でもみんな普通にクオリティちゃんと守っていいものになるのは確実になるはずなんで、今の状態だったら。そうですね。いやギフトさんすごいですね。みんなやる気あってすごいわ。制作もちゃんとやる気あるんで大丈夫です。いやそういうふうに言っちゃってます。違う。さんがもうね、そうですね。連れてきてくれた。クリエイターみんな大好きなんで。すごいみんな一流ばっかりです。本当になんか力を入れて作ってるのがすごくよくわかる現場だなと思うので、これを皆さんにお届けできる日を楽しみにしています。最後に放送と配信を楽しみにしている方々へ一言お願いできたらと思います。監督やらせていただいてます長田です。2024年放送配信となってます。皆さん楽しみにしてってください。本日はいかがでしたでしょうか。すっごく楽しかったです。やっぱりアニメーションスタジオ見たことなかったので、裏側の世界とかよく知れたし、異世界スーサイドスクワットがどれだけ力を入れてやってるのかっていうのがすごくよく分かったので、完成品は本当に楽しみです。ありがとうございます。声優さんに負けないようにちょっと絵の方も頑張っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。アニメ異世界スーサイドスクワットは2024年放送配信予定です。それでは皆様、アニメ本編でお会いしましょう。ハレー君役の永瀬杏奈でした。バイバイ。